これを着てます。コスパもいいし、使う頻度ってめちゃくちゃ高くなるんじゃないかな、ようなものになります。イヤーマフはこんな感じ。こう耳に乗っけないとこっちからもなんか取り出せたり、こっち普通に耳の部分が相当に結構薄着でもめちゃくちゃあったかいんで、今季の山登っていました。便利。携帯性もあるんで、今後どうなのかわかんないですけど。こんにちは、ケリーです。今回紹介するものは僕の中では一年中着れるもの。一年中着れるものっていうか、オールシーズンどこかしらで活躍できるものを結構僕は取り入れてるので、そういうのも含めて、紹介解説していけたらいいなと思うので、ぜひ最後まで見てください。結構ね、雑誌とかでね、厳冬期はこの服を着ましょうとか、雪山だったらこれ着ましょうみたいな、結構あると思うんですけど、それはもちろん正解で、なんですけど、僕16年山登ってて、12年間冬山登ってるんですけど、その雑誌に書いてあるような冬山だからこれっていう装備を、揃えなくても、正直雪山は登れると思います。もちろんアイゼンとか冬山用の道具っていうかギアは必要になってくるんですけど、ウェアに関しては、人それぞれ個人差結構あると思うんで、寒さも感じ方が。なんで、一部の個人の意見だと思って、ちょっとした参考にしてくれれば嬉しいです。では、行ってみましょう。はい、最初にまず帽子から紹介します。こちら、神代一マウンテンワークスさんのメルトンリサイクルウールキャップになります。で、プラスここに付属で、別売りなんですけど、別売りでホットイヤーマフっていう耳当てが付けられるキャップになります。今年の冬はずっとこのキャップを使っています。基本冬はつけといて、春とか秋とか、夏はちょっと暑いかもしれないですけど、春とか秋とかは、これ外せば、普通のキャップとして、普段も使えるものになります。普段耳当たっても別にいいんですけどね。裏地がクールマックスっていう、コットンではなくてクールマックスっていう吸収速乾性に優れた素材を使っているので、蒸れにくいものとなってます。ニットキャップっていうのが主流だと思うんですけど、冬山って。ニットキャップとの違いって、やっぱツバだと思うんですけど、オールシーズン山だとそうなんですけど、樹林帯抜けた後の稜線とかって結構日差しガンガンじゃないですか。そういう時に、ツバがあると、ある程度日の光を遮光してくれるんで、あんま眩しくなりにくいっていうのがまたメリットでもあるかなって思います。去年は結構ニットキャップ被ってたんですけど、今年ツバありのものにしたら結構ね、目の部分に入ってくる光っていうのを遮光できてて、結構快適に使用できました。これ結構ね、厳冬期、今年全部これで登ってるんですけど、全然寒くないですよ。耳当て部分が起毛してるんで、こちらポーラテックのアルファダイレクトっていうのを使っていて、あったかいです。被ってみると、はい。こんな感じになります。なんで耳も覆えるんで、あったかいのと、これ結構風吹くとなびいちゃうんで、風吹いた時は、ここで止めるとか、ね。止めれば一応風でなびくこともなく、耳をしっかり保温できる。風で吹いても大丈夫です。つける部分はもう簡単にこうやって、こういうね、ループがついててね、内側このベルクロになってるんで、取り外せるようになってます。なんで簡単に着脱もできるんで、これは便利ですね。取り外したイヤーマフはこんな感じですね。これも本当あったかいです。あったかいんで、冬以外は取り外して使うっていうのも全然ありだと思います。実際イヤーマフを外すと、こんな感じで普通のキャップとしても使えるし、山でも使える。結構おすすめですね。普段被るにも被りやすい、シンプルなデザインなんで、街でも被っててもそんな違和感ないと思うんで、おすすめです。次はサングラスになります。サングラスは、オンブラズのサングラスになります。紐タイプのサングラスです。これ、すごいいいんですけど、今シーズン全部雪山は全部これで行ってるんですけど、前も紹介したように、もうこれでかけたことになるんですよ。ここに紐がついてて、もうタラーンって紐がなってるけど、タラーンってなってるけど、首振ってももう動かないっていう、スポーツにすごい適してるような、サングラスになります。上下運動しても、本当に鼻に、ここにちょんって乗せてるだけなので、
こう動かないっていうサングラスになります。で、これ結構踏んでもほんと壊れないぐらい頑丈な、傷つかないし、頑丈なサングラスになるんですけど、ここで一つ僕今年これで雪山登って一つ問題が起きました。っていうのも、この耳にかけるっていうこのかけて輪っかになってるシステムっていうのは、こう物をなくしたり、もうサングラス首にかけとけるから、絶対なくさないし、どっか飛んでったりもしないんで、激しい動きしても。すごいいい、このメリットはすごいあるんですけど、ちょっと雪山で一つデメリットだなって思った部分があって、で、それが、さっき紹介したメルトンキャップとかの話になるんですけど、これメルトンキャップとか、雪山だとニット帽とかって結構ここまで耳覆うぐらいまで被ると思うんですよ。ってなった時に、すげえつけにくいなって、ここ上げないともうつけれない。ここを耳に乗っけなきゃいけないっていう作業があるんで、これだったらいいんですけど、これでずっと歩くなら問題ないですけど、たまに外したいなって時、やっぱ山ではあると思うんで、そういう時に、どうしようかな。なんか毎回めんどくさいなって。で、この前、フード、ピタってしたフードを、バラクラバじゃないんですけど、ピタってしたフード被ってたんですよ。もうその時は、もうどうしようかわかんなくなって、わちゃわちゃしてこうつけてたって感じなんですけど、この紐をキュッて締めるか、冬はちょっとこのサングラスを諦めて、耳を覆う場面が多い時は、で、僕がもう一個持ってる、このグダーのサングラスですね。グダーのサングラスを持っていった方が、こう、さって横からスッて入るから、めちゃくちゃ、こっちの方が、つけやすいんじゃないかなって。冬で耳を覆うときは、僕は別にこっちのグダーのサングラスで全然いいなって思いました。で、最悪、吹雪いたりとか、風が強かったりしたら、結局ゴーグルつけちゃうんで、次雪山行くときは忘れずにこれを持っていこうと思います。こっちはもう、雪山以外、春、夏、秋、むせつきとか、耳を覆うシーンが少ない時に、使っていこうと思います。でも本当にこのサングラスいいんで、これからもずっと愛用していこうと思ってます。続いてはネックウォーマーになります。こちらスタティックのアドリフトネックウォーマーになります。はい、僕結構スタティックのもの結構好きなんで結構いろいろ持ってるんですけど、これもすごくいいアイテムだと思います。素材がオクタを使用していて、オクタってもう結構皆さんご存知の方多いと思うけど、アクティブインサレーションの一つで、通気性はすごいあって、軽いんだけど、保温性もしっかりしてるっていう、行動するときに着てて、すごくアクティブに動くときとかに、すごい向いてる素材でできたネックウォーマーになります。表地は、こんな感じ。穴が開いてるようなメッシュ状の素材になってます。で、裏地が、こんな感じ。オクタ。なんで、こんな感じですね。しっかり起毛してるんですけど、すごいあったかいんですけど、見ての通り、薄い、ちょっともう反対側透けるんじゃないかってぐらい薄い。透けてるんですけど、薄い素材でできてるので、通気は全然するんですけど、それでもね、程よくあったかくていいんですよ。熱くなりすぎない。手首、足首はもう温めるの、体を冷やさないために重要なんで、首を温めるのにも、程よく保温してくれるんで、熱くなりすぎないですね。もう一個いいところが、寒くなったら、こうやってつけて、歩くと思うんですよ。耳も引っ掛けて、これね、すごい、さっき見せたこの生地のメッシュな構造っていうのが、めちゃくちゃ息がすごいしやすいんですね。めちゃくちゃ寒い時とか、風強くて顔を覆いたいなって時は、バラクラバっていう選択肢も全然ありだし、この商品バラクラババージョンみたいなのも出てるので、それを買ってもいいと思うんですけど、僕はこっちにしました。で、こっちにした理由っていうのは、バラクラバを使うのって基本冬なんで、それ考えたら頭の部分別になくてもいいやって思ったんですね。で、その理由っていうのが、いつも冬山に着てってる、そのフリースが、ちょっとバラクラバ的な構造になってるっていうのもあるので、後で紹介するんですけど、そういう構造になってるので、バラクラバはいらないなって思ってこっちにしました。このネックウォーマー、重量的にも軽くて、僕がいつも使ってる、いつもっていうか、真冬以外使ってたハイテールデザインのこのネックゲイター。こちらもめちゃくちゃ薄いんですけど、これ 29g なんですね。今
見せたハイテールデザインのネックゲーター 29g。こっち 19g。でもこっちの方が保温性もあって軽い。すごくないですか？なんかめちゃくちゃ軽くてあったかいし、まあそんなかさばらないので、まあこれも冬に限らず、まあ残雪期、秋、春、あと夏の高山、まあテント泊とか朝普通に寒いと思うんで、そういう時にも持っていくのに全然邪魔にならないアイテムなんで、すごい僕はいいと思います、これ。今年1年間これもザックに忍ばせておこうかなって思います。次は、まずベースで着てたものから紹介しようと思います。次、ベースで着てたもの、こちらになります。OMM のコアベスト。まあ前の道具紹介でも紹介してるんで、あれなんですけど、これほんと一年中着てるものになります。なんで、厳冬期、マイナス10度でも、一番下はこれ着て歩いてました。で、これのいいところは、汗かかないのが冬山ベストなんですけど、まあどうしてもかいちゃう時ってあるじゃないですか。まあその時に、汗かいても汗を吸い上げて外に出してくれるっていう機能を持った商品になるので、まあ、汗冷え本当にしないですね。夏とかも秋冬ずっと使ってるんですけど、本当汗で冷たとか寒みたいなのはこれ着てればほぼないです。なんで僕は一番下にいつもこれを着てます。まあ夏はこれ単体で着たりするんですけど、それ以外の季節はこれの上にシャツを羽織ったりとか、ロン T 羽織ったりとか、T シャツ着たりとか、まあいろんな着方はあると思うんですけど、こいつは常に自分の一番肌に近い部分にいるものとなります。で、これも一応素材はプリマロフトアクティブを使っています。まあ、生地は見ての通りめちゃくちゃ薄いです。けど単体で着れば通気性良し、上に風を通さないものを着れば保温性良し、この体の中心部を温めるって意味で、このコアベストを、まあこの一番下に着て、まあ行動してるっていう感じになります。重さもめちゃくちゃ軽くて、これ 70g ちょっとしかないので、着ていても別にそんな重さも感じないですし、軽いんで、どんな時でもこのコアベストはいいです、これ。激推しです。はい。で、もう一つ、前回の穂高山で着てたものが、このモンベルのジオライン中圧で、こちら河川のベースレイヤーになります。まあ、これはこれで全然速乾性があるんで、僕はどっちかっていうと、まあ河川派。ウールももちろん取り入れてるんですけど、これ着ていきました。で、前回マイナス3度ぐらいで、これ着てったんですけど、これの下にさっき紹介したコアベスト着てきました。したらもう普通に暑かった。暑かったっす。まあこの中圧でのモンベルなんですけど、これもめちゃくちゃ、なんすかね、僕はあんまパチってしたのあんま着たくない。でもこれは別にそんな圧迫感なくて、まあ、着心地はまあ普通。普通なんですけど、まあすごいあったかいものではあります。なんで僕普段で着ることが多いですね。最近でだと。めちゃくちゃ寒い日とかにこれ着ていくと、普通に結構薄着でもめちゃくちゃあったかいんで、山で着てもこれは絶対あったかいものです。これ厚さはなんか色々あるんですけど、中ぐらいがちょうどいいのかな。やっぱ調整ってやっぱ難しいんですよね。もう何十年ももう雪山も登ってるんですけど、服を何着ていっていいかがいつもよくわからなくなる。で、今回これ着てったんですけど、マジ暑かったっす。マイナス3度。予報だともうちょい寒い予報だったんですけど、行ってみたら太陽ガンガンで暑いし、で、もう脱ぐのめんどくさくてそのまま歩いたんですけど、やっぱこれ暑かったですね。まあこれもベースなんでいろんな着方あると思います。まあこれの上にシャツ着て、秋、冬もまあいけるっちゃいけると思うんで、まあ標高によるんですけど、標高とか気温によるんですけど、なんでシンプルなデザインなんで、これ1枚でシャツとかロン T とか着て歩くっていうのもすごいいいと思います。まあこれの上に直接ハードシェル着ても全然いいと思うんですけど、気温によっては。なんでこれ1枚で歩く分にも別にあんま恥ずかしくないかな。普通のロン T に見えるんで、ちょっとピチって僕の場合はしちゃうんですけど。まあ裏地も別に、このモンベルのやつは、そんな表地とそんな変わらないんで、表地がこんな感じ。夏以外はこれ着る機会ありそうっちゃありそうです。でも僕今コアベスト紹介した方を多分優先して着ちゃうんで、そんな出番なさそう。普段着用の下に着てる。まあ高級ヒートテックみたいな感じになっちゃってるんですけど。あとコスパがいいっすね、モンベルなんで。値段も安いんで、本当はちょっと僕は薄手が欲しいです。薄手の方がなんか
何かと重宝しそう。なんかいろんな着方ができそうな気がします。はい。次は、今のベースレイヤーの上に着てたものが、この今上に着てるスタティックのオールエベレーションロングスリーブになります。万能ベースレイヤーっていうので売ってるんですけど、またベースレイヤーの上にベースレイヤーかいって思うかもしれないですけど、これ意外とゆるベースレイヤーってなんかパチってしてるイメージあるんですけど、まあ、これ結構ロング T シャツ、ただのロング T シャツみたいな感じなんで、こんな感じなんで、はい。ここにちょっとロゴが、スタティックのロゴがあるんですけど、こんぐらい緩いものになります。素材が、ウールが 52% で、ポリが 48% になるので、まあ、すごい耐久性あって、まあ、ずっと着てるんですけど、1年半以上。ウール単体だと結構乾きにくさっていうのがあると思うんですけど、ポリが入ってるんで、まあちょっと乾くのも早かったり、ポリだと今度ひんやりするっていうのもあると思うんですけど、それはウールの特性を生かして、まあそんなに冷たってならない、汗かいても、ものになるので、これはすごいおすすめです。別に街でも着てても、まあ別に違和感ないロング T シャツになります。でずっと着てるからやっぱ毛玉がちょっと出てきちゃってる。で、これ単体でザック背負ったりもするんですけど、まあ肩の部分とかは特に何もなってない。値段はそれなりにするんですけど、まあ、耐久性は結構あるんじゃないかなって思ってます。全然伸びないし。僕の身長169センチだと多分 M でもいいって書いてあったんですけど、ちょっと緩めに着たかったんで、L サイズ買ったんですけど、袖、なんか別にぴったりです。長すぎず、短すぎず、すごいいい感じだと思います。まあ今もう違うものが出てるんで、色違いのものが出てるんで、そちら、まあもし欲しい人がいたら検討してみてください。これもすごいいい商品。あと環境に優しいスタティック。はい。で、次はセンチデザインのこのフリースになります。ファー90フーディ、ハーフジップになります。ここにハーフジップってだけあって、ここにジップが真ん中ちょっとついてます。で、まあセンチデザインおなじみのこのロゴもついてるっていう感じになります。素材がまたアルファダイレクトになりますね、素材が。これもまた薄い素材ですね。薄いんで反対が見えるぐらい薄い。こっちだとカメラが見えるぐらい薄い素材になってます。裏地がこんな感じかな。裏の方が起毛がちょっと弱い。着てるからかな。まあこれも程よく通気してくれる素材になってます。また。なんで、風は普通に入ってきます。この網目部分。隙間から。だけど、これも風さえ遮断しちゃえば保温してくれるっていう素材だし、体から出る熱を外に放出してくれるんで、ほんとオーバーヒートしにくいフリースになります。着てみました。こんな感じです。袖の部分にパイピングがしてあって、まあゴムなんでこう締まる。裾の部分も同じくパイピングがあってゴムなんでこうピチって締まる感じになってます。あと首もここの部分もパイピングが加工されてるんで、ここもゴムみたいにちょっと伸びる伸縮性のある素材になってる感じです。袖はねやっぱアメリカ製なんで長いっす。ちなみにこれハーフジップ以外のものもあります。で、僕がハーフジップを選んだ理由としては脱ぎ着がしやすくて、まあここ開け閉めして若干換気できる、暑くなってもっていうのと、あとこのフードっすね。フードはまあこれはジップなしもジップありも変わらないんですけど、フードがねこうなんですよ。閉めるとほぼもうバラクラバぐらい、バラクラバまではいかないけどそれなりに頬の部分と、まあ、口覆えるんで、まあこれでちょっと寒い時は寒さを防げる感じになります。だから今年はバラクラバ持ってかないで、まあ、ネックウォーマーで、あとのここの部分をネックウォーマーでなんとかして、まあ何かあった時はそれで乗り切ろうと思ってたんですけど、別にそんな天気悪い時に山行くわけじゃないんで、このぐらいあればまあ大丈夫ってことで、バラクラバちょっと今年は省いています。耳も完全に隠せるんであったかいです。普通にまあ風は通気はするんで、風を直接当たるよりは全然防御力はあると思うんで、この服もアルファダイレクト使ってるんで、
それなりに通気性もあるんで、春夏秋冬以外でも全然使い道はあるアイテムになります。なんで僕が使ってたのは去年で言うと、テント泊の時はこれ着て、過ごしてました。10月、9月ぐらいの北アルプスか。10月か。10月の北アルプスとかのテント泊でこれ着て過ごしてました。で、着心地もいいんで、これ着たまま寝てました。もっと寒ければこの上に防風性のあるシェルとか、ダウン着てもいいし、いろいろ着方はあると思います。とりあえず風を遮断できれば、これも暖かくなる素材なので、風を遮断できるような服を1枚持ってれば、こいつの使い道は結構いろいろあるんじゃないかなって思います。そんな感じで、これも全然オールシーズン使えちゃうアイテムだと思います。だからね、前回の冬山でね、前回の山だと耳当てここにあって、これ被って締めるみたいな。これで山登ってました。耳の部分が相当ガードされてて、耳って結構寒くなると痛くなるんで、二重っていうのもね、あったかくていいっすね。あと顔もそれなりに防げるんで、僕はこの着方で今年の冬は乗り切りました。はい、続いては、この上に着てたハードシェルを紹介しようと思います。この上に着てたのは、こちら、ティートンブロスの、剣ジャケットの10周年のモデルになります。これ色がモスグリーンっていう色になります。ティートンブロスの剣ジャケットは、これ、2着目になります。で、今回新しく、素材が2021年ぐらいかな。素材がティートンブロスさんとトーレさんで開発したタズマっていう新しい素材を使ったジャケットになります。プルオーバータイプのジャケットになります。剣ジャケット着てみました。こんな感じですね。前回着用した動画こっちに出しておきます。剣ジャケットのいいところっていうか、好きなところは、やっぱこの斜めジップですね。斜めジップは他にはあんまないと思う。人と違ったおしゃれを楽しむなら斜めジップかな。開けるとこんな感じになるんですね。ちょっとだけ開けて、熱くなったらちょっと開けて着てもいいし、この下ダブルジップになってるので、ここがなんでここを開けて、ここもガバってもう通気させられる。脇の部分によくこういうジップついてたりとかするものもあるんですけど、これは何もないです。なんで換気するんだったらここを開けて、あとこっちも開けちゃえば、ここ後で見せるんですけど、こう後ろメッシュになってるんで、メッシュになってて、これ大容量のここ全部ポケットになってるんですよ。後で裏側お見せします。ほんと通気したい時はここ両方ガッて開けておけば、すごいここも風バンバン入ってくる。通気できます。でポッケも結構大容量なんで、物入れてても結構深いんで、こっち開けてても落ちることはないですね。で僕結構ここにこのお腹の部分のポッケなんで、バッテリーとか入れてます。撮影用のカメラのバッテリーとか、携帯のバッテリーとかも、スマホ用のバッテリーとかもここ入れといてもいいかもしれません。で食いしん坊な人はお菓子入れてもいいし、結構幅広く使えるポッケですね。しかもお腹の部分っていうのがあって、カイロここに入れると結構あったかいです。今日寒そうだなと思ったら1個カイロ持ってって、このお腹の部分に入れとくと結構お腹が温まるんでおすすめです。あとね、ジップね、こっちからもこっちにジップあって、ここ行き止まりでこっち手出ないんですけど、なんか前の剣ではなかったんですけど、今回の剣は内側のここにジップがついてて、見えるかな、こっからポッケにアクセスできる。だからこっちからこう手が出るみたいな感じですね。こっちの手が出るみたいな。でここのジップを閉じちゃえばもう手が出てこないんで、ここ前のやつだと片方からしかここアクセスできなかったんですよ。なんですけど、これ両方からアクセスできるようになったんで、こっちもジップ開けとけばこっちからもなんか取り出せたりするんで、その点結構便利ですね。はい。で一応10周年なんで、首の裏は特別なロゴになってます。血の当たる部分か、フルジップ閉めたらここがちゃんとフリースみたいな柔らかい素材になってるので、心地いいですね。シャカシャカしてないっていうのもまたここいいとこだと思います。あったかいっす。あとはお腹の部分ですね。さっき言ってたこうなってます。なんでここにジップがついてる、こうメッシュがあって、
本当はこっちからだけしか行けないんだけど、ここにジップが新しくついたことによってこっちからでもポッケにアクセスできるようになりました。深さもあるし容量が大きいので、結構何でも入る。だからここに手袋とか入れてもいいですね。であと10周年モデルはなんかね、多分これ一応2トンバイカラーになってるみたいなんですけど、あんま分かんないんですよね。他のカラー展開だとバイカラーすごい色味はっきり分かれてるんですけど、これそんな色味分かれてないんですけど、ここの切れ目縫い目から肩にかけて強度の高い素材をこの使ってる。あとこの裾のこの部分とか強度の高い素材を使ってるんで、この肩とか腰とかの部分って結構登山では一番擦れる部分なんで、そこを高強度にしていただいてるっていうのはすごいいいなって思いました。このシェル結構軽くて M サイズなんですけど、サイト表記で M サイズ 395g になってるんで、結構強度を上げた上にそれでも軽く仕上がってるっていうのはすごいと思います。いいと思います。あと変わった部分っていうか、あとはね、なんか前のよりフードがねめちゃくちゃなんか大きくなった。横から見るとわかるんですけど、ここは結構ちゃんとつばがあって、でここに来てこう絞れるんで、よりフィット感を出せる。つばもあるんで、吹雪の時とか、あんま僕はそんな時には行かないんですけど、風強い時とか雪が舞って吹雪の時とかは結構これフード役に立つんじゃないかなって思います。あとはヘルメットにも対応してるんで、こんだけ大きいフードなんでヘルメットつけた時とかもすごいいいかもしれません。色も僕はこのモスグリーン、昔黒持ってたんですけど今回モスグリーンにしてみました。色も結構いいです。脇はねすごい脇の可動もしやすいっすね。めちゃくちゃ。あと下の絞りは真ん中についてます。ど真ん中についてるんで、下絞りたかったらこの真ん中についてるもので絞っていくっていう感じです。この10周年のモデル、今年買ってみるのもいいかもしれません。なんか欲しいなと思ってた人今が狙い目かもしれませんね。では次、手袋は、予備も含めて 4枚持っていってます。でまず1つ目、一番下につけてるのが、一番下にっていうかその時と場合によるんですけど、一番下につけてるのはこの700円ぐらいのグローブになります。めちゃくちゃ薄い手袋で縫い目のないグローブ、縫い目ないっすね。これはフリーサイズで700円ぐらいなんで、本当に薄いグローブです。で、一応これスマホをいけるグローブじゃないんですけど、なんかたまにいけるんですよ。程よくあったかくて、コスパ重視でこのグローブにしてます。もうピタってもう張り付いて、なんか手の形出ちゃってるし。はい、次は、このリッチマウンテンのパワーグリッドグローブになります。これは、ポーラテックパワーグリッドっていう、素材を使ったグローブになります。格子状のなんか模様みたいな、模様ってか、凸凹ができてる感じになります。裏地がこんな感じになってて、グリッド状になってるんで、このグリッドによって保温性と糖質性のバランスを保ってるっていう感じの商品になります。単体つけててもつけ心地はいいです。でもだいたいいつも2枚で重ねてつけてます。で、まだ3、4回ぐらいしか使ってないんですけど、一応耐久性はあるって書いてあったんですけど、見た目でダメージが、指先結構あんま手使ってんのってピッケル持ってるとか、岩あんま触ってないんで、とかなんですけど、結構毛羽立ちが目立つようになってきちゃってるな。今気づいたんですけど、あんまちゃんと手のひら見てなかったんで。耐久性ってところは今後どうなのかわかんないですけど、糖質性と保温性としてはすごい優れてるので、これとさっき紹介したオレンジのグローブをつけてマイナス10度で、樹林帯ですけどね、風のない歩いてたんですけど、特に指先冷たみたいなのとかもなかったんで、保温力もそれなりにあるものだと思います。で、これも手首ちゃんとしっかりさっきのグローブよりも覆ってくれるんで便利なのと、スマホタッチできるようになってます。ここ2本。本当はタッチペン欲しいんですけど、いつも買おうって言ってて買ってなくて、なんで未だにこれでスマホをちょっと細かい動きがね、こういうグローブだと苦手なんで、ほんとペン買いたいんですけどね。3つ目のグローブになります。で、3つ目のグローブはだいたい風のあるところ、稜線とか出た時につけるっていうのを目的で買ってます。目的で買ってるっていうか、それで
使うようにいつも持ってってます。なんで最初からつけることはそんなにないかな。天狗岳の動画でも紹介したんですけど、今年買ったテムレス05オーバーシェルになります。起毛してるタイプもあるんですけど、これは起毛してないタイプ。普通にもう内側もゴムになってるタイプのグローブになります。はい。で、このグローブは全然風ある時でも、さっきの2枚重ねてこれつけてたら風ある時でも全然指先が痛くならなかったですね。一応ゴムだけど透湿性もあるので、ある程度の熱、蒸気は逃がしてくれるっていうものになります。はい。だから手も蒸れてないかな。なんか2枚目につけてたパワーグリッドの方も、透湿性を謳ってるものなんで、そんなに手熱みたいなのはなかったですね。一応 3L っていう一番大きいサイズ選んでます。理由としては、僕これ、内側綿入ってないもの選んだんですけど、これ使う目的って、もうほぼ冬とか雪ある時期しか多分もう使うことはないと思ったんで、3L っていう一番でかいサイズ買って、グローブを二重にした上につけるっていうのを、想定した上で一番でかいサイズを買ってます。もともと僕手が小さくはないので、3L でちょうどいいって感じですね。3L でも、ここ結構もう余裕ないぐらい先端ぴったりしてるんで、ただ指の太さは結構あるんで、何枚か重ねても全然窮屈感はないです。ここで締めれるようになってて、こう一本こう引っ張れば締めれるんで、締めたらパチってここから雪の侵入とかも防げるし、手首も覆えるから、結構これいいなと思いました。今年買ってみて。あと何より軽くてめちゃくちゃコンパクトになるんで、だからさっきのポッケの中とかにしまったりもできるぐらいの大きさなんで、携帯性も結構高いと思います。あと安い。普通に丸めちゃうとこんなもん。ちっちゃめの250ぐらいのペットボトルぐらいの大きさになるんで、そういったところも便利。携帯性もあるんで、これ結構今年買って良かったものに入るかなってぐらいめちゃくちゃいいです。冬と残雪ぐらいですかね、使うのは。それ考えたらコスパも安いものがそんな使用頻度低いんで、そんな高いもの買いたくないんで、これはいいと思います。下半身の装備、はい、紹介しようと思います。下半身で、ベースとなってきてたものが、こちらです。OMM のコアタイツになります。また OMM なんですけど、コアベスト上に来て、下も OMM のコアタイツを着て本気の山登っていました。コアベスト同様、プリマロフトアクティブを使ってるタイツになります。これも結構汗抜けのいいものになるので、基本汗かかないって言ったんですけど、通気性程よくあって、で、風さえ遮断してしまえば、これも保温性抜群の商品になるので、これを着用してました。僕タイツに求めるものっていうのが、あんまきつすぎる。着圧タイツ昔入ったんですけど、結構苦手で、今はちょっと緩めのタイツの方が僕は好みなので、この OMM 使ってます。これ結構パツパツじゃないんですよね。緩すぎるくもない。だから圧迫されないんで、あんま僕的にはストレスないかなっていう感じです。裾とかも特に何もないですね。ただの裾になってるんで、絞るとかもないんで、裾もそんなパチってなるみたいなタイツではないです。タイツって名前なんですけど。ただ本当にあったかいですね。僕、去年の冬とか、冬はいつもモンベルのモンベルの厚手か。モンベルの厚手のウールのタイツ履いて行ってたんですよ。それも結構緩めで僕好きなんですけど、去年の秋ぐらいにこのコアタイツ買って履いてったんですけど、同じぐらいあったかいんじゃないかなって思います。そんな差はないほど暖かくて、で、こっちの方がなんか蒸れる感じがなんか少ない気がします。なんでどっちでもいいんですけど、僕はこっちにしました。で、こっちのもう一個いいところとしては紐ついてるんですよ。なんでそんなパチパチしてないんで、紐ついて紐で落ちないようにするみたいな感じなんですけど、冬じゃなくて夏とか秋冬とかのテント泊の時の天場とかでこれ1枚で歩いてても別にちょっとスポーティーなパンツなのかなって見えるぐらい、タイツっぽくはないく見えるので、そういう時に1枚でちょっと行動する時とかにもこれは結構いいですね。モンベルのタイツだとタイツじゃんみたいになっちゃうんで、あいつタイツで歩いてるみたいになっちゃうんで、これだったらまだタイツって名前だけどタイツ感がないから、さすがに街歩くのはちょっと恥ずかしいですけど、山の天パとかだったら全然ありだし、これ結構いいです。この素材の書いてある素材の裏部分もしっかり生地が、黒い部分の裏部分もしっかり生地があるので、保温性は
結構抜群ですね。オールシーズン活躍できるアイテムの一つなんじゃないかなって思います。多分山と道とかでも同じようなタイツ出てるんで、そっちでもいいと思うんですけど、こういうタイツが1枚あると便利だと思います。続いてはシェルパンツになります。こちらがティートンブロスのブレスパンツ 2.0 になります。こちらのパンツは防水パンツになります。一応素材がアクアブレスっていう素材を使ってます。一応3年前かな、このパンツ買ったの。3年間ぐらい使ってるパンツになります。一応糖質性がある素材となってるので、なんでブレスパンツって名前、息するパンツみたいな。なんで、糖質性もありつつ防水性もあるパンツになります。で、プラスでこれ伸縮性もあるので、非常に歩きやすいです。普通に防水パンツなんで、レインパンツとして使うものなので、夏山でも普通にレインパンツとして持っていくぐらい。めちゃくちゃこれ軽いです。これ M サイズで、今ちょっと重さわかんない測ってきたんですけど、これ重さが 172g でした。めちゃくちゃ軽いです。厳冬期用とか冬山用のパンツって多分 300g ぐらいあんのかな。200以上は絶対あると思うんで、300以上多分あったと思うんですけど、なんでその中で言ったらこれ群を抜いて軽いなんですけど、このブレスパンツって雪山別に防水性さえあれば僕は全然大丈夫だと思います。昔は結構そのマムートとかの3レイヤーゴアテックスのパンツとか入ってたんですけど、結局こっちの軽いレインパンツに変えても何ら支障はなかったです。その冬山用のパンツって結構無駄にこう裾までガバって開くとか、ジップがついてたりとか、ポッケにジップがついてたりとか、雪入んないようにしてると思うんですけど、実際ポッケって僕あんま使わないです。でベンチレーションもあったら使うけど、なければ使わなくても全然問題ないです。僕がこのパンツ選んだ理由っていうのは、糖質性があるってところと、やっぱ軽さで、このパンツってマジレインパンツなんでポッケとか一切ないんですよ。どこにも内側にもなければ外側にもポッケないし、裾にちょっとこれ絞りがついてるぐらいで、両裾に、あとはウエスト部分にここに真ん中に絞る部分がついてるぐらいで、あとは何も本当にない。防水性があって糖質性があって伸縮性があるレインパンツ 172gなんです。だけど僕は全然冬山これで十分だと思ってます。無駄なジップとかパンツの脱ぎ着ってそんなしますかっていう話なんですよ、歩いてて。まあベンチレーションあったら便利なんですけど、別になくても困らないし、糖質性があるから、さっき紹介したタイツとかで、それなりにその調整できるようなものも今いっぱいあるので、だったらもうその無駄に高い冬用パンツっていらないんじゃないかって思います。冬用パンツなんて買ったってほんと使って冬と残雪期ぐらい、冬山雪山とか、断然レインパンツとかこういうパンツ買っといた方がコスパもいいし、使う頻度ってめちゃくちゃ高くなるんじゃないかなって思ってます。ちょっとグリッドっぽくなってるんですよ、素材が。なんでこれ今年の谷川岳これ1枚だけで行ったんですけど、ちょっと汗かいたんですけど、肌離れ意外といいんですよね。ペタペタくっつくイメージあると思うんですけど、これ1枚でも着れるし、だからその日の、山の状態見てタイツ何にするとか決めても全然いいと思います。僕は無駄に高いお金を使わないで、このレインパンツで十分じゃないかなって思います。夏山でもオールシーズンもこのパンツがあれば下半身部分の防水はもう完璧なんじゃないかなって思います。本当に厳冬期行く時に一つ注意してほしいの、厳冬期っていうか雪山行く時に一つ注意してほしいことがあります。それがやっぱり雪山はアイゼンとか履くと思うんですよ。裾これ生地ももう薄いんで、冬用パンツとかってもっと分厚い頑丈な素材でできてるんですけど、必ずゲーターはつけた方がいいです。ゲーターつけないとなんだかんだ擦れてここボロボロに裾なっちゃうんで、ゲーターは必ずつけましょう。冬用のパンツを買わないでゲーターちょっといいものにしてアイゼンからのダメージを軽減させるっていうのも一つの手なんじゃないかなと思います。だからレインパンツで冬は十分だと僕は思います。あと一緒にゲーターも紹介します。ブラックダイヤモンドのゲーター、ゴアテックスのものになります。これ膝下ぐらいまであるんで、結構長めのゲーターになってます。なんかもう剥げちゃってるこれ。こういうゲーター買っとけば、こっから下の部分が結構
強度の高い素材になってたりするんで、これさえあれば、多分よく見てもらうとわかるんですけど、ほら、アイゼンで擦れたような跡ついてるじゃないですか。僕が歩き方下手なのかもしれないですけど、まあ冬用パンツ買っても芸体はあった方がいいっすね。パンツ傷んじゃうんで。まあレインパンツならなおさら僕はこれ芸体必ず買った方がいいと思います。冬用パンツは多分いらないです。レインパンツそれなりの買ってゲーターにお金かけた方が長く回数もコスパよく使えるんじゃないかなって思います。どうでしょうか。はい。次で最後になります。もう2個一気に紹介します。最後が靴下、下着ですね。じゃあまず靴下から紹介します。フィッツのウールの靴下になります。これ分厚いソックスになります。で、後ろ側がちょっとパイル生地。なっているので、普通にこれはあったかいです。で、こだわりは特にないので、あれなんですけど、こういう分厚いウール系の靴下をいつも履いてます。で、これと普通に保温性のある冬靴履いてれば別にそこまでつま先痛いとか冷たくて痛いみたいなことはまあ特にないですね。去年もこの靴下履いてマイナス20度ぐらいの山を歩いてたんですけど、別に足痛みたいなことはなかったんで、あれですね、泊まりとかで行く場合はもちろん変えとかあった方がいいかもしれないですけど、はい、日帰りだったら全然これだけ持って行ってます。次、下着なんですけど、プリングのウール70ポリ30のパンツになります。裏表がないパンツになります。で、ウールとポリなんで、まあそれなりに暖かい、それなりにっていうか結構暖かいパンツになります。これちょっと高いんですけど、まあ何回も履いてるんですけど別に全然ヨレヨレとはしてきてないのでおすすめです。素材はこんな感じです。この面と、この面と、裏返して、この面と、この面。一応全部で履けるようになってます。このパンツは。縫い目もないので。だから4方向履ける。4方向履くことはまあほぼ僕的にはないんですけど、まあ、そういう履き方もできるパンツなんで、まあ長期の重装とかやる人は、まあこのパンツ、まあ旅行とかでもこれ1枚でいけんじゃないですか。まあ普通に車で行くんだったら買い持ってきますけど、今日の紹介はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。少しは参考になりましたでしょうか。まあ参考になる人ならない人いると思うんですけど、僕はこんな感じで、まあなるべくオールシーズンどこかで使えるようなギアを使って山に登っています。これからもまあそういったギアとか、まあ新しく買ったもので良かったものとかあったら、まあダメなものとかももしあったら、まあ、紹介しようと思うので、またこのチャンネル見てください。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。